大胆、ずさん、シンプルに 1.7 億円無申告した社長の末路。1、不動産売却 1.7 億円の無申告事件。千葉県木更津市の不動産会社 N&K と加藤純一郎代表が、東京国税局から刑事告発されました。容疑は、2023年5月期までの1年間におよそ1億7200万円の所得を隠し、法人税など約4300万円を脱税した疑いです。この所得は、会社が都内に所有していた賃貸マンションと土地を売却して得た利益でしたが、加藤代表はこれを一切申告していませんでした。驚くのはその手口で、ただ単に申告しないだけという豪快な手法です。当然、帳簿や通帳とは不一致が生じます。それも 1.7 億円も、経理担当者レベルでまとめる内容ですし、税理士がいればまず認めません。会計システムでも入力エラーになるはずです。それらをかなぐり捨てて、とにかく申告しないという一点突破だけを追求したのです。2、感覚経路不動産登記と税務署の監視システム。もちろん、これほど高額の無申告ですから、即座に露呈しました。その最大の理由は、不動産取引の透明性にあります。日本国内で不動産の所有権が移転すると、必ず法務局で登記が行われます。税務署は法務局からこの登記情報を収集しており、どの会社がいつ、どの物件を売却したかをシステムで把握しています。売却の事実が公的な記録として残っている以上、申告をしないことは物理的に不可能です。一定額以上の不動産取引は、ほぼリアルタイムで税務署に補足されています。その取引が申告されていなければすぐに発覚します。3、公開した決算書貸借対照表における資産の不一致。また、税務調査において、当局は必ず貸借対照表を確認します。前の期の決算書には載っていた所有マンションという資産が、今期の決算書から消えているが、その対価として現預金が増えているでしょうし、売却益または売却損が計上されていなければなりません。資産だけが帳簿から消え、利益が計上されていない不自然な状態は、決算書を一目見ただけで不正を疑われる決定的な証拠となります。あるいは帳簿に載せたままにした可能性もあります。この場合は売却自体をなかったことにしていますが、前日の登記情報と不一致になるのでこれもすぐにバレます。これらは調査がどうのという前の、基礎的な経理処理の問題です。4、資金使途の特定銀行口座の紹介として給与、不正に得た資金の行方も、国税局の調査によって特定されました。売却代金は会社の事業資金として運用されることなく、加藤代表の個人口座へ預金されたり、個人の生活費に充てられたりしていました。国税局は銀行に対して強力な紹介権限を持っており、資金の移動履歴を全て追跡できます。法人から個人への不透明な資金移動は、脱税の意図を裏付ける重要な根拠となりました。結局、帳簿が 1.7 億円ずれている。情報と申告が不一致、銀行口座にも謎の 1.7 億円が入っているという、どこからどう見てもバレバレな状態になってしまいました。加藤容疑者は70歳とのことで、意図を持っていったことなのか、判断力が低下して起きてしまったことなのかは定かではありません。いずれにしても、刑事告発まで行ってしまったので、相応の末路が待っています。5、末路刑事告発と重加算税のペナルティ。今回の事案が単なる修正申告ではなく刑事告発に至ったのは、所得金額の大きさと、売却の事実を隠蔽した悪質性が極めて高いと判断されたためです。法人税法違反の刑事罰は次のように定められています。懲役刑、10年以下の懲役、罰金刑、1000万円以下の罰金ただし、脱税額が1000万円を超える場合は、脱税額と同額まで引き上げられます。今回の脱税額は約4300万円ですので、最大で4300万円程度の罰金が課される可能性があります。懲役と罰金の陛下以下、脱税の刑事罰には、懲役と罰金のどちらか一方が課されるだけでなく、その両方が同時に課される陛下ことが非常に多いのが特徴です。実刑判決となるか、実行猶予がつくかは、脱税額の規模や隠蔽工作の悪質性、反省の度合い修正申告と納税を済ませているかによって決まります。両罰規定による会社への罰金、加藤代表個人だけでなく、法人としての N&K も処罰の対象となります。法人に対する罰金、代表者個人と同様に、脱税額に応じた額最大で脱税額と同額程度の罰金刑が課されます。刑事罰と行政処分の二重の負担、刑事罰懲役罰金とは別に、税務署からの行政処分追徴課税も並行して課されます。本税、本来払うべきだった4300万円、重加算税、隠蔽行為への罰として、本税の 40% 約1700万円、延滞税、納付期限からの利息年に 14.6% などの高い税率、刑事罰の罰金と、この行政処分を合わせると、脱税しようとした金額を大幅に上回る支払いが必要になります。前科と社会的信用の失墜、刑事告発
ざり起訴されれば、裁判が行われます。有罪判決が確定すれば前科となります。不動産業を営む上で、代表者が脱税で刑事罰を受けることは、宅地建物取引業法上の免許への影響や、金融機関との取引停止など、事業継続に致命的なダメージを与えます。いかがでしたか？罰金懲役追徴課税の30区はなかなかのダメージではないでしょうか。この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いします。